消防士という仮面。1983年1月31日、名古屋市内で起きた広域重要事件の犯人逮捕は、日本中を驚かせました。逮捕された男の正体は、救難救助訓練で表彰を重ね、消防士長という職にあった勝田清隆でした。取り調べの自供によれば、勝田が関与したとされる事件は、未立件を含めると、犠牲者は女性19人、男性3人の計22人に及びます。もし、これらのすべてが彼の犯行だとすれば、勝田は戦後最大のシリアルキラーということになります。勝田清隆は1948年、京都府の専業農家の長男として生まれました。高校時代にバイクでのひったくり事件で逮捕され、少年院送致となり、高校は退学処分となります。仮退院後は職を転々としましたが、この少年院送致の過去が彼の人生に影を落とし続けます。1968年、勝田は恋人と駆け落ちし、大阪で同棲生活を始めます。その後、運送会社の長距離トラック運転手に転職し、各地を走り回るようになりました。警察への不信と浪費生活。1972年1月、奈良市で女子高員が犠牲となる事件が発生します。警察は、少年院帰りという過去を持つ勝田を疑い、職場にまで捜査が及びました。勝田のアリバイは証明されたものの、周囲の目や社長からの詰問により、彼は警察への不信と世間への居づらさを募らせます。この鬱憤を晴らすかのように、勝田は派手な浪費生活を始めます。スナックでは高価な酒を飲み、ホステスにチップを弾み、マーキュリーやトランザムといった超高級車を購入。裏庭には200万円以上するアマチュア無線用の鉄塔を建てました。車や酒のローンで借金が膨らみ、その返済のために、彼は空き巣を始めるようになります。同年3月、勝田は父親の勧めで消防員採用試験を受験し合格。4月1日、相良中部消防組合に正式採用され、消防士となります。彼はこの後、1980年に懲戒免職となるまで、真面目で精悍な消防士という表の顔と、連続強盗殺人犯という裏の顔を持つことになります。広域にわたる凶行の始まり。1972年9月13日未明、24歳の勝田は京都市山科区で空き巣に入った際、部屋の住人であるクラブホステスの中村弘子、24歳、と出くわしてしまいます。顔を見られたことと騒がれたため、女性の命を奪い、財布からわずか1000円を盗みました。この事件で、警察は、地上のもつれによる顔見知りの犯行と判断し、同棲相手や常連客を疑うことになり、捜査の方向性を見誤ります。1974年、消防副士長に昇格した勝田ですが、借金苦は解消されず、非番を利用して長距離輸送のアルバイトを始めます。そして、この広域の移動が、彼の犯行をエスカレートさせるきっかけとなります。勝田は、水商売の女性が多額の現金を携帯していることを経験から知っていました。1975年7月6日未明、26歳の勝田は大阪府吹田市で、高級クラブ経営者である藤代玲子、35歳を襲撃、バッグをひったくろうともみ合いになり、そばに落ちていたロープで女性の命を奪います。その後、遺体を乗せた車を運転して移動させ、農業用水池に隠し、証拠隠滅のために車に放火しました。この時、現金約10万円を奪っています。この事件も、警察は同棲相手や会社社長といった顔見知りを疑いました。偽りの情報と捜査の混乱。1976年3月5日、27歳の勝田は名古屋市中区で、高級クラブホステスの伊藤照子、32歳を襲撃し、命を奪います。彼は遺体を車に乗せて移動させ、田んぼに遺棄しました。この時、勝田は捜査を攪乱させるため、
遺体の下半身にすすきの刃を使った特異な行為に及んでいます。この事件で照子と一緒に食事していた弁護士が疑われ、そのプライバシーはズタズタにされ、廃業に追い込まれています。また照子が勤めていた高級クラブも客足が遠のき、結局潰れてしまいました。勝田は裏では犯罪を重ねる一方で、消防士として消防士長に昇格し、派手な生活を続けていました。1977年6月30日、28歳の勝田は名古屋市南区で、空き巣に入った家に帰宅した麻雀荘のパート従業員、増田明子、28歳、と出くわし、女性の命を奪います。この事件では、明子と愛人関係にあった会社員が疑われ、別件逮捕という形で懲役2年の判決を受けました。後に勝田の犯行と分かり、愛知県警が直接謝罪しましたが、この会社員の汚名は消えることはありませんでした。この事件のわずか6日後、勝田は大胆にも夫婦でテレビのクイズ番組に出演しています。精悍な消防士として登場し、妻を自慢するなど、ごく普通の亭主ぶりを見せています。その饒舌な様子は、裏の顔を知る者にとっては、戦慄すべきものでした。凶行の連続と広域重要事件へ。1977年8月12日、28歳の勝田は名古屋市昭和区のマンションで、美容師の四季名佳子、33歳に遭遇し、顔を見られたため女性の命を奪い、45万円相当のダイヤの指輪を盗みます。殺害された5人の女性には、いずれも複雑な人間関係がありました。警察は怨恨や痴情のもつれと判断し、顔見知りの犯行として捜査を進めましたが、これが真相を分かりにくくし、無関係の人間が人生を狂わされる原因となりました。同年12月13日、29歳の勝田は神戸市中央区で、兵庫労働金庫の職員、井上博正、25歳、めがけて散弾銃を発射。現金約410万円が入ったカバンを強奪しました。ここから勝田の犯行は、強盗殺人の手口を散弾銃を使った大胆なものへと変えていきます。1980年7月31日、31歳の勝田は名古屋市名東区のスーパーや関店長、本間一郎、35歳を散弾銃で脅し、事務所の金庫から総額576万円余りの現金と商品券を強奪。本間が抵抗したため、散弾銃を発射し、命を奪いました。同年11月、車上狙いで逮捕された勝田は、懲役10ヶ月、執行猶予3年の判決を受け、消防組合を懲戒免職となります。しかし、この免職は彼の犯行を止めることはありませんでした。拳銃強奪と逮捕の瞬間、1982年10月27日、34歳の勝田は、名古屋市千種区で警察に虚偽の通報をします。現場に現れた長橋弘明巡査、当時33歳、を襲撃し、鉄棒で重傷を負わせ、腰のサックから入南部38口径の拳銃を強奪しました。この拳銃を使った犯行は、すぐに全国を震撼させます。10月31日、勝田は静岡県や滋賀県でこの拳銃を使った強盗殺傷事件を連続して起こしました。滋賀県草津市の路上では、溶接工の神山光晴、27歳の胸に拳銃を発砲し、命を奪います。警察庁は、この警官から強奪した拳銃を使った一連の強盗殺傷事件を、広域重要113号事件に指定しました。1983年1月31日午後1時45分ごろ、勝田は名古屋市昭和区の第一勧業銀行裏の駐車場で、引越センター社長の塚本淑栄、当時31歳を単銃で脅し、給料102万円を強奪しようとしました。勝田は冷静に、本物だぜ。警察が持っている単銃だぞ、と脅しましたが、塚本社長は殺されることを恐れ、一瞬の隙をついて単銃を跳ねのけ、
勝田に馬乗りになって抑え込みました。目撃者からの通報により、わずか5分後の午後1時50分ごろ、警察が駆けつけ、勝田清隆は現行犯逮捕されました。自供と裁判、そして最後、逮捕から8日後の2月8日、勝田は取調官に対し、今回の113号事件を起こす前に、1972年から1977年にかけて、5人の女性を殺害していたことを一気に自供しました。さらに、1977年と1980年に2人の男性を殺害したことも自供しました。迷宮入りとなっていた5人の女性殺害事件について、警察は勝田の犯行とは考えておらず、取調官は何度も真偽を確認したといいます。勝田は、留置場に入ってから怨霊のようなものに怯えていたため、早く全てを自供しようと思ったと語っています。勝田は、立件された8人の殺人を含む、約400件もの窃盗や強盗事件で、33もの罪に問われることになりました。1986年3月24日、名古屋地裁は、7件の強盗殺人と広域重要、113号事件に対し、求刑通り死刑判決を言い渡しました。勝田は判決後、マスコミや死刑廃止運動を拒否し、獄外との連絡を絶ちますが、カトリック信者の女性、クルス優子と8年間にわたる文通と面会を続け、たった一人の親友と呼んで心を開いていきました。1994年1月17日、最高裁で上告が棄却され、死刑が確定します。2000年11月30日、勝田は名古屋拘置所で死刑を執行されました。執行直前、彼は被害者一人一人の名前をつぶやき、ごめんなさい、とつぶやいたといいます。彼の壮絶な犯行は、多くの犠牲者と無関係な人々の人生を狂わせ、戦後の犯罪史に暗い影を落としました。